皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方やっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回もね、10分切れ負けで、音声ね、読み上げを山口恵里子女流二段にしています。山口さんはね、最近 YouTube もやられててね、結構、初級者向けのね、いい動画をね、撮ってますよね。対局開始。はい、私後手番で、相手の方2段の方ですね、2六歩ですか。じゃあ、8四歩で、これはね、相掛かりのスタートなんですけど、7六歩で、2五歩、8五歩といくと相掛かりですね。7六歩なんで、これ角換わりになるかもしれないですね。ちょっと待って、角換わりになるか。そうですね、これで3四歩に8八銀と上がれば角換わりな形ですけれども、6八銀ですけど、ちょっと私は変則的に変化していますかね。これ角交換すると角換わりなんですが、これはね、雁木模様も含みにしたような手ですね。はい、角上がりまして、そうですね、これお互いこれで同形ですね。はい、お互い同形で、矢倉にはねちょっとしにくいんですね。こう角と銀が形がね、なのでこうお互いにこう雁木と呼ばれる形に進むと思います。はい、そうですね、私の方がじゃあ金上がりますか。いずれね、先手の方も7八金と上がる形になるんではないかなと思います。結構積極的な、手ですね。はい、これどうしますかね。銀が早めに出てきてね、速攻を考えているというようなところでしょうか。さて、5四歩といきますかね。私は角を引いて、場合によってはこう8筋をね攻める手も見せているということですね、今のこの。はい、そうですね、それで7八金と上がったと。じっくりとした将棋になるか、これ3七銀と出てくるとちょっと早い将棋になる可能性もありますね。玉を6九玉5八金と上がればゆっくりとした比較的ゆっくりとした将棋、ここでこう3七銀2六銀あるいは3七銀4六銀と出てくると早い将棋になるかなという、以前からね、言ってるんですけど、この攻めの銀がねどう動くかっていうのが一つ将棋の流れを大きく変えるところですね。今3七銀からもう一手ね4六銀、3段目までではないんですけど、このもう次に動くね一手がかなりね積極回戦のね一歩手前になるので、4六銀あるいは2六銀って形になると、はい、こうですね、こう銀が出てくると次3五歩がねもうあるなっていうことを考えながら進まないと仕掛けられてねバタバタすることになっちゃいますね。金が濃い。そうですね、すごいですね。今金はねしっかり、これかなり穏やかにさせてます。もうちょっとね私の方も積極的にさせてあるんですけれども、先手がね攻めてきそうなので、金銀をスクラムを組んでね、なんていうんですかね、その応戦しようということです。この歩はね受けとく手もあるところで微妙なところですね。受けるかどうか、ちょっと7四歩と落ち着いてますかね。1四歩と受けとく手もあります。これはねどっちもありますね。1四歩と受けてすぐ何か傷になるとかないですね。むしろ相手の方はねこう1六歩と突いておくと、どこかでね1五角のような王手がねあるので、1六歩というのは結構プラスな手になりやすいですね。でもう一回ついてきましたね。これだとどうしますかね。難しいですね。こっちの端ついてみますか、私はね。なんかちょっとねこれはね、これもちょっと手待ちみたいなところですね。3五歩と来る手があるので、それのね時期をねそうですね来ましたね。で私はこう突こうということで、これがどうかなんですよね。3五歩同銀となると相手の方のね先手の攻めがうまくいくので、私はこうやってね歩をついて応戦するんですよ。でこの時にどうなるかで、先ほどね端の位を2とついたりしてたんで、そうですね、これを狙ってたんですね、相手の方ね。さあどうか、これは銀取るしかないですかね。銀を引くと銀で歩を取られて一歩損の形になるので銀を取るしかなくて、でこれ取った時は飛車取りっていうのが相手の方の狙いでしょうか。それで銀取り返さないとね銀損なので3四歩とね取ってくるんですが、さあどうかですね。ただこう手順にね歩が伸びてくるんで、私もこれ5五角と出て、でついてきましたね。引いて、さあどうでしょうね。これ私の方はこの角でね飛車をいじめるのが狙いで、ここら辺まで私大体ね、9四歩とかこのなんですかね7四歩とついたあたりからの読み筋で、角をこう手順にね収納できるということです。で角でこう飛車を狙ってカウンターのようにね出ていくと。これ4八飛車か1八飛車が4八飛車でしたね。そう、これ王様でね後ろにいんで、今日喜んで今日取ると王様で取られちゃうんで、歩を受けて3七銀なのかな。いい勝負ですかね。なんとも言えない。3七銀と打って、7三角に6五歩という手がね、相手の方としては狙いとしてやりたいとこでしょうね。どうでしょうか。結構ね
この3、4の歩がね大きいんで、それ角をこれと切るとねさすがに同桂がきついんで、こうついてくるってことですよね。いやー、なるほどなるほど。さてこれどうですかね。銀を打つ、銀です。さあ銀を打ちますか、手堅くね。これ香取られちゃいけないんでね、手堅くそこで4六歩と打ってくるかどうか。今ね4筋のあたりがもう非常に重大ですね。はい、打ってきました。で私の方もこう打って叩きの歩。私の方で狙いとしてはね、玉が5九で、場外にねいるので、先手の玉がね、それが一つの、狙いですね。これで同飛車同歩で7一角と打つと、両取りの形になるんですよね、この44の時点で。具体的に言うと4六飛車同飛車同角4四角同銀7一角と打つと飛車銀両取り決まるんですけど、飛車を打つとね、この3九に飛車を打つとね、王手銀取りなんですよね。飛車をこの状態で飛車を持つ3九飛車と打つと王手銀取りなので、なんですかね、派手な攻防なんですけど、私の方も駒を取り返せるんでね、一方的に駒を取られる感じにならないんですよね。それが要するに王様が居玉であるということのね、をついてるよっていうのはそういう話ですね。はい、王様もしこれね8八にいたら、仮になんですけどね、8八に王様がいたら4六飛車同歩4四角からね殺到されて、形勢がね後手としては苦しいんですけれども、やっぱり居玉っていうのはねこうやって響いてくるんですよね。銀すごい手ですね。これ同銀で角をなろうってことですか。いやいや、そうかそんな手があるんですね。いやいや、これは鋭い手ですね。なるほどなるほど、これは容易ならず、いい手ですね。そうか、そんな手があるんですね。さてこれは難しいですね。そうか、いや相手の方強いですね。これはこうね桂取ってくると結構きつい手なんで、なるほどね、なるほど、これどうしますかね。いや微妙ですね。同金を打ってっちゃう手もあるかな。同金同歩成ちょっと危険かな。いやここ難しいですね。いやなるほど、いい手ですね。これ香を取ると銀取られちゃうんで、それが嫌で5七銀と打つと同金同角成で飛車が出てこう打って、どうしましょう。難しいですね。8六これ8六入らないかな、さすがに取ってこられちゃうかな。でなって連打されて、難しい。銀打つと取ってこう打って引いて、いや微妙ですね。なるほど。いやこれね結構難しいですね。香を取るとね4五飛車が嫌で、4四歩と打つのはちょっと迫力がないですね。桂取られて、それで香取る手もあるかな。一応ちょっとね迫力がないんでね、やりたくないとこですね。8六歩と突く、香打ってくるかな、構わず。ちょっと見込んでみますか。これ実戦的にね、これは結構ね私もリスクある手ですね。同金同角成で銀取られて2枚ね銀を取られるので、ちょっと危険な手の可能性もありますね、正直。いや今4五銀は鋭い手でしたね。ちょっとこれはあまり自信ないかもしれないですね。銀2枚ねこう取られちゃうんで、王手でね取ってきて、でこう取るってことなんですが、やっぱりね銀2枚と金の交換ですからね。そうですね、引いてきました。で私はこの歩をついて同歩ですかね。金をもう1枚持ってるとねすごい攻めが厚いんですけど、そうですね、この時に駒が少ないからね、どうか持って攻めていきますが、さあ果たしてどうですかね。これで王手をしまして、この王手にね私は期待してるんですけどね、どんぐらい厳しいか。私の方はね角銀銀香ってかなり持たれてるんですけど、まだね詰む形がないので、これで桂馬を取って、寄ってくるのかな。さあどうでしょうか。かなりね際どい終盤戦に、香車ですか。この手嫌な手ですね。逆用してね、これは飛車逃げるしかないですね。際どい終盤戦です。こう寄ってくるんでしょうか。それで金を弾くかどうかですね。金を打つか、竜を回って歩を突くとどうなるんですかね。歩を突く、取る。どちらのね攻めが早いかといったところですね。桂馬を飛ぶ手もあるな。桂馬を飛ぶ、竜を引く手がきついかな。で王様がどこを打つ。いや難しい。
竜を引くな、その回ると記憶が上がる。そうですね、際どい勝負ですね。金を打っちゃうと私の戦力もねダウンしちゃうんで、ね、いや際どい勝負です本当に。まあそうついていますか。いや難しいな。桂馬を打つ王様、竜回ると王様がつきますかね。それでどうするか。桂馬を飛ぶと手もありますね。桂馬を飛ぶと香車を打ってくるのかな。それで桂馬、いや際どいです正直。歩をつくか桂を飛ぶかどっちがいいかですね。竜を回る、飛んでみますか。遊び駒を使ってね。これね切ってくる手があるんでかなり私の損怖いですね。これは6五桂とね飛んでしまおうという手なんですけれども、かなり私の損も迫られてるんで、これは相当際どい勝負です。はい、詰むか詰まるかのね。銀ですか。これは危なそうですね。一見取って桂飛ぶと普通は詰みですね。どうだろう。取って桂飛んで王様どこ行くかわかんないですけど詰みそうな気がしますね。私が今言ってるのはね、これ同金と取って同歩成なんですけど、その時にね6五桂と飛ぶと、駒が金銀桂と持っているので、それが詰みそうではないかなって話です。ちょっと言ってみますかね。多分詰みだと思うんですけどね。同歩成で玉を上がって銀を打ってで詰まないとね、むしろ私負けちゃうんでしっかり読まないとですね。桂をとか取って竜を引く、詰んでそうですよね。はい、取ってますけど、ちょっとね詰まなければ負けになりますね。これ同歩成で私の差はもう非常に受けが難しいんですけど、ただ桂飛んだ時にね、この桂飛びがこう王様が6六に行くと5七銀から、6五玉に6四金でこちら側に行くしかないんですよね。で王様こっちも7七の地点をね防いで飛べるっていうのが大きくて、こちらに桂馬打っちゃうと王様がこっちに逃げられちゃうんです。これでね金銀持ってるんで、詰みですね。銀を打ってで王様上がって4六金までなんでね、これはちょっと3三銀が少しポカでしたかね。駒が1枚増えたんでこの銀がね打てるっていうのが大きいですね。3三銀打たなければ、他の攻め方がね、具体的な手は難しかったかもしれないけど、3三銀打つ以外の手が何かなかったかなという気がしますね。はい。3三桂と打つ手とかあったと思いますけどね、ちょっとね局面的には負けてたような気がしたんですけど、ありがとうございました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。愛雁木ですね。愛雁木ということでね、ちょっと独特な戦型ですよね。以前ですとね、あまりなかったような戦型なんですが、近年逆にね、コンピューターの評価値ですか、いわゆるコンピューターの評価が雁木という作戦がね、すごく評価が高いということでね、採用されるケースがね、増えてきました。今回もそういった中のね、愛雁木のね、戦いだったので、解説編の方でゆっくりね、解説していきますので、そちらの方もね、ご覧いただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。